皆さんこんにちは。今回は戦争の記憶を今に伝える向島捕虜収容所についてご紹介します。1942年11月、ここ向島では向島紡績の工場が転用され、八幡狩捕虜収容所向島分所として開設されました。東南アジアで捕虜となったイギリス、アメリカ、カナダの兵士たちが収容され、すぐ近くの日立造船向島工場で船の清掃や荷役、さらには溶接や家事といった作業に従事させられていました。収容所は赤レンガの壁とのこぎり屋根が特徴的な建物でしたが、現在は解体され、跡地にはスーパーとドラッグストアが建っています。その一角に記念プレートが静かに並んでいます。1枚には収容中に亡くなった23名のイギリス兵士、もう1枚には1名のアメリカ兵士の名前が刻まれています。特にイギリス兵たちは東南アジアからの過酷な輸送船による劣悪な環境で衰弱し、病気や栄養失調で命を落とした方も多くいました。当時地域の人々は彼らの生活の一部始終を目の当たりにしていたといいます。1998年、かつてのイギリス人捕虜が向島を訪れたことをきっかけに、地域で慰霊碑を建てようという機運が高まりました。向島キリスト教会の牧師が中心となり、寄付を募っていきました。その後、市民有志によって日英友好のモニュメントを建てる会が結成され、2002年3月、向島紡績の赤レンガ壁に23名のイギリス兵の名前と死亡年月日を記した銘板が設置されました。しかし2011年末に工場が操業を停止し、翌年には解体、敷地がスーパーエブリーに売却されることに。これに対し建物保存を目指す市民団体が活動を続けましたが、耐震補強に多額の費用が必要で、行政からの補助も得られず、保存は断念されました。その代わり敷地の一角を無償で提供してもらい、記念プレートの移設が決まりました。移設にあたっては市民の募金やエブリーからの寄付に加え、解体時に出た約2万5000個のレンガをガーデニング用資材として販売し、資金を集めました。こうして2013年、イギリス兵プレートは現在の場所へと移設され、同じ年にはアメリカ兵のプレートも新たに設置されました。今年で戦後80年を迎えました。かつてこの地にあった戦争の記憶は今も静かに語り継がれています。トキの翼。
時は刻々と流れていきます。喜びも悲しみも飲み込みながら。そして、その流れの速さの中で、ともすれば、それらの時を忘れてしまうことがあります。しかし、私たちには忘れてはならない大切な時があります。